ティングのメリット、デメリットは？メリットは一時的に体重が減ること、デメリットは筋肉が減ることです。チートデイのメリット、デメリットは？メリットはストレス発散、デメリットは体重が増えることです。筋肉痛でも運動していいですか？ OK です。運動と食事制限はどちらが体重を減らすのに効果的ですか？短期的には食事制限が効果的で、長期的には運動が効果的です。運動だけでも痩せますか？痩せます。食事制限だけでも痩せますか？一時的には痩せます。しかしその後リバウンドします。運動も食事制限もしているのに痩せないのはなぜですか？筋肉も脂肪も増減に1ヶ月程度かかるからです。オートミールを食べたら痩せますか？痩せる効果はありません。痩せるにはどんな運動が効果的ですか？有酸素運動が効果的です。私に合った痩せ方はどうやって見つけたらいいですか？痩せるには1回30分以上の有酸素運動を行うべきです。毎日30分休憩なしの有酸素運動を30日間続けましょう。糖質制限のメリット、デメリットは？メリットは体から水分が減るので体重が落ちます。デメリットは筋肉が落ちます。1日1食で痩せた人がいるそうです。私にもできますか？高齢で活動量が少ない人以外は難しいです。運動が続きません。どうしたら続きますか？自力では運動は続きません。管理してもらうか仲間と一緒に行うことで継続率が上がることが分かっています。部分痩せは可能ですか？ステップを踏む必要がありますが可能です。まず全身の脂肪を落とします。その後に引き締めたい筋肉を鍛えます。では部分痩せを実現していく4つのステップを具体的に説明していきます。最初は部分痩せしたい部分の脂肪剥がしを行っていきます。2番目に部分痩せしたい部分の筋トレを行っていきます。3番目に30分以上の有酸素運動を行います。最後に部分痩せしたい部分のストレッチを行って終了です。例えば一番痩せたいのは下半身を痩せたい、足を痩せたいという人が多いんですが、その場合この脂肪と筋肉の間をこうやって揺らして剥がしていくんですが、例えばこの外ももが痛い人結構多いと思います。外ももを引っ張って揺らした時に痛ければこの部分が癒着しているということです。で、脂肪が癒着している部分というのは脂肪が落ちにくくなっているので、この部分を落としたければここの癒着を取る必要があります。癒着が取れるとつまんでも痛くなくなってくるんですが、癒着がひどい場合はそもそももうつまめないということもあります。その次のフェーズがつまんで揺らしたら痛いというフェーズで、最終的につまんで揺らしても痛くないというところまでいくと、もう脂肪の癒着が剥がれているということになります。なので、この脂肪をこうやってつまんでもらって、ここ痛いなとかここ全然つまめないなっていう部分だけでいいので、そこを重点的に毎日つまんで剥がしていきます。同様にこのふくらはぎの部分とかもそうですね。足全体、お尻からやりたい人はもうお尻の部分からつまんで剥がすということを、毎日繰り返していきます。で、足痩せと腕痩せの場合はですね、インナーマッスルを鍛えるトレーニングをアウターの筋トレの前にやってもらいます。なので足痩せしたい人の場合はこの骨盤周りのインナーマッスルを鍛えていきますので、先日動画を出していますが、こういうかなり地味な運動ですね。骨盤周りのインナーマッスルを鍛える動き、こういうものとか、あとこういうものがあるんですが、詳しくは前回の動画の方をご覧ください。次にアウターマッスルを鍛える筋トレを行っていくんですが、筋トレを行った後に有酸素運動を行った方が脂肪の燃焼効率が良くなります。そしてどの部分を鍛えるかというと、やはりこの外ももばっかりが筋肉つきすぎて内ももに筋肉がついていない人が多いので、こういうふうに足を広げてもらってつま先を180度外側に向けてもらいます。そしてお尻を後ろに突き出さずにこうやってスクワットしていきます。そうするとこの内ももの筋肉が
ビヨーンと伸ばされている感覚がわかると思います。この内ももを伸ばすためには膝をできる限り外側に向けた方が内ももの筋肉が伸びていきますので、スクワットを行っている時はしっかりと内ももの筋肉が伸ばされている、膝がつま先と同様真横を向いているということを確認しながら行ってください。部分痩せでなければ普通に有酸素運動をするだけでいいんですが、やはり部分痩せしたいということになると脂肪剥がしをして筋肉を鍛えて、その後に有酸素運動をやると狙ってる部分が落ちやすくなると。そしてその有酸素運動も5分とか10分とかじゃなくって30分以上行うと効果的です。有酸素運動というと普通に歩くというのを思い浮かべる人が多いと思うんですが、歩くのが悪いわけではないんですが、歩くだけではなかなか脂肪がたくさん落ちるというところまで行くのにかなり期間を要します。ですのでおすすめとしては自宅でできる運動であれば、まずバーピーですね。こういう運動、これで全身の有酸素運動になっていきます。全身を使った有酸素運動。あとはこういうふうにニートゥエルボーといって、その場で立ったままできる運動。その他ランジですね。これ歩いてる動きをちょっと筋トレっぽくした有酸素運動になるんですが、こういった動きを組み合わせて行っていく有酸素運動が一番効果的になっていきます。マッスルウォッチングの動画の中でいうと炊き痩せ28分の有酸素運動が効果的です。最後にストレッチを行っていきますが、ストレッチを行っていくことで足がねじれている人も正しい位置に骨と筋肉を戻していくと、そういう効果があります。よくあるのは股関節の張まりが悪い人が多くて、どんな運動を行っている時でも膝が内側に入ってしまうという人が多いので、それをきちんと膝が外側に向いていくように股関節周りのストレッチを行っていく。ストレッチの種類というのはたくさんあるんですが、あとは特に自分が硬いなと思っている部分を重点的に伸ばしていきます。お尻も非常に硬くなっている人が多いので、足を組んでもらってこっちの膝をぐーっと押していくとお尻の部分のストレッチになっていって、先ほどインナーマッスルのトレーニングも行いましたが、インナーマッスルで関節を安定させていくというのと、このストレッチで正しい位置に持ってくるというこの2つの動きを行ってあげると万全です。でこれを全部毎日できたらベストなんですが、当然時間がない日もあると思います。なので時間がどうしてもない日は脂肪剥がしだけを行う、もしくは脂肪剥がしと筋トレを行う、脂肪剥がしと有酸素運動を行う、脂肪剥がしとストレッチを行う、脂肪剥がしとインナーマッスルトレーニングだけ行う、こういった形で、脂肪剥がしは最優先にしてほしいんですが、それ以外のものを1個だけもしくは2個だけ行っていくみたいな感じで時間調整を行ってください。でこれらの運動を行う前にまずメジャーで自分の体の周径を測っておいてください。私は胸から先に落ちると自分で思い込んでいる人でもちゃんと計測してたら、実はお腹周りの方が圧倒的に落ちていたとか、足回りの方が圧倒的に落ちていたという人も多いです。それは脂肪が柔らかい部分から落ちていくからそうなります。運動も食事制限もしても痩せません。もう何しても痩せないケース、そういった場合はこの場合っていうのはもうただ単に運動と食事制限を継続している期間が短すぎるということが一番にあって、みんな3日とか1週間とかすごい短いスパンで痩せようとするんですけれども、実際毎日体重変わってますが、その毎日の体重の変化っていうのは水分量で変わっていってるだけですね。だから体がむくんでる時は体重が増えると、すなわち筋トレしたり有酸素運動して筋肉痛になったら体がむくんでいくので、そうなると運動したのに体重が増えるということとかってよく起きるんですが、そもそも
1ヶ月ぐらい経たないと筋肉も脂肪も量が増減していかないということがあるので、まず1ヶ月は継続してみないといけないということになります。1ヶ月しても効果が出なかった場合っていうのは、1ヶ月しても効果が出ない場合っていうのは様々なパターンが考えられるんですが、例えば有酸素運動を30分やってくださいという話を今日したと思うんですけど、そもそも全然有酸素運動してなくって、ストレッチだけで痩せれるみたいな動画を見てその通りやってたけど、痩せなかったとか、食事の場合はもう低カロリー状態になりすぎたりして逆に代謝が悪くなってしまったりとか、もうさまざまな間違うパターンというのはもう複数にあるので、どのパターンになってるかわからないんですけれども、正しくやれば成果は出ていきます。なんか間違ってる部分をまずきちんと把握しないといけないということですかね。いうことなんですが、こうネットを見てるとですね、もうさまざまな情報があって、どれをやったらいいのかわからないというところが実際のところだと思うので、一番いいのはやっぱり専門家のところに行って、自分の状態を伝えて、処方してもらってで管理してもらってやっていくというのが、王道です。痩せたら顔も小さくなりますか？痩せて顔が小さくなる人も多いですが、それはなぜかというと、有酸素運動で脂肪を落としていく時っていうのは全身の脂肪が落ちていきます。なので顔だけ全く変わらないということはなかなか考えにくいんですが、今日行ったようなこの脂肪剥がしっていうのは実は顔とか首のケースでも当てはまるので、もし顔がめちゃくちゃ痩せにくいっていう人はですね、首から顔にかけて、ここもかなりつまんでたら痛い部分たくさんあると思うので、そちらの方の脂肪剥がしをやった上でやるとより顔痩せの効果も期待できます。運動しすぎて筋肉がつきすぎてしまわないか心配な人どうですか？はいその心配っていうのも女性から特にたくさん受けるんですけれども、普通に運動してもし筋肉量が少ない人の場合だったら標準のところまではある程度早いスパンで筋肉っていうのが増やしていくことができるんですが、もう標準レベルに達してしまってそれ以上増やすとなるとこれはなかなか難しい作業になってきて、標準以上つけるには今度重たいダンベルとかバーベルを担いでかなりの回数やセット数を行わないと増えないということになっていきます。もう筋肉がめちゃくちゃついてしまうという人はおそらく筋トレをやっていて、その筋トレの中でも特定の部位ばっかりを使う、例えばスクワットしかやらないとかで、スクワットしかやらなければ当然そのスクワットで使う筋肉の部分というのは太くなりやすくなっていくので、そういったパターンが考えられます。ファスティングをこうして一時的に体重が減ってその後リバウンドしない方法っていうかそういうのはあったりします？まずファスティングを、おそらくネットとかで得た情報で独学で自分でやろうとしてる人が多くて、この場合というのは僕はちょっと成功したという人を聞いたことがないです。でこれとは別に専門家のもとに、通ってですね、それで準備段階から、最後の段階までを全部監修してもらって、やったりすると、いうことであれば成功率っていうのは上がっていくと思うんですが、実際はそのファスティングの期間が終わった後どういう生活習慣をしていくかというところでリバウンドするかしないかっていうのが決まってきますので、その後に暴飲暴食したりその後に全く運動しなければそれは減った体重は元に戻るかそれ以上に増えるという機能が体には備わっているので、その機能通りにリバウンドしていくという人がほとんどです。3食オートミールでいけばいけるっていう、カロリーと PFC バランスさえ合っていれば、絶対に太ることはないという話とかもよくネットに書き込まれていると思うんですが、それって可能かどうかと考えた時に絶対に無理なんですよね。毎日オートミールの生活が本当にできるのかというと、毎日何かを食べるという生活はもう絶対に無理で、飲み会のこともあるでしょうし、なんか気分の浮き沈みとかも
ありますし、自分ではコントロールできない、多数のことがあって絶対にそれは継続することができないです。結局のところダイエットを終わらせるには何をすればいいのか。そうですね、すごい正論にはなりますが、栄養とカロリー適切に毎日とっていきますと、そして運動を毎日続けていく、これだけでいいんですけれども、そういった当たり前のことっていうのは当然ながら即効性がないんですね。なのでこれを1ヶ月続けます、2ヶ月続けます、3ヶ月続けますっていう中で本当に徐々に成果が出てくるものであって、例えばファスティングしたら3日で3キロ減るかもしれないのに比べたら毎日を、そういった風に毎日運動して、毎日の健康と食事を考えてやっていく労力の割には成果が出るのがめちゃくちゃ遅いということになってきて、どうしてもその3日で3キロ落ちるとかそういったすぐ成果が出る方に行ってしまって、なかなかそこから戻ってこれないということになります。3日でもう1回ガツンと3キロ落としてしまって、また3ヶ月後に3日で3キロガツンと落とせばプラマイゼロなんじゃないでしょうかと思っておそらくみんなそれをやるんですね。最初はちょっとやっただけですぐ体重が落ちて、簡単だなと思います。でもこれ実は2回目やったらもうなかなか落ちなくなっていきます。でこれなぜかというと、最初のそのファスティングとか間違ったダイエットをした時に筋肉の量がガーンと落ちてるんですね。で筋肉の量が実は落ちていて体重が3キロ減っていたと。脂肪の量は変わらずに実は筋肉だけ3キロ落ちてたわけなんですけど、じゃあ次の時も筋肉が3キロ落ちたらまた体重が3キロ落ちるということになるんですが、筋肉量というのはそんなにずっと落ち続けていったら体を維持できなくなってしまうので、もうある一定のレベルまで来たら筋肉も落ちないということになってきます。そうなると断食してるのに体重が減らないということになります。そして栄養失調状態というパターンになっていきます。だから毎日頑張ろうっていうこと毎日そうですね、毎日運動しながら、食事を変えずにやっていくっていうのが本当は一番賢いやり方にはなってるんですけど、じゃあそもそも毎日運動を続けられないとなってしまうとそれも破綻してしまうということになります。ということはということで結構みんながそれで悩むわけですね。いろんなダイエット情報 A に飛びついてそれをやります。でうまくいかずに B に飛びついてそれをやります。で C に飛びついてそれをやりますと。でもいろんなダイエットに手を出しまくって、いろんな酵素だったりサプリだったり、筋トレグッズだったり買いまくった挙句に、元より太っているということになって、結局じゃあ自分に合うダイエットって何なのかということを今度探し出します。そういう形でみんながいろいろ迷ってる中、今マッスルウォッチングでもメンバーシップというのをやってまして、そこに入れば自分に合ったダイエットを、提供して迷わず毎日決まったメニューを行えば必ず成果が出るということをやっておりますので、興味がある方はぜひご検討ください。